泥まみれの令嬢を追い続けた闇の悪徳記者の末路。次こそはトップを譲らないわ。覚悟しておきなさい。キングの走りはこの程度じゃないんだから。そうよ、私に注目なさい。そしてしっかり覚えておくといいわ。私はキングヘイロー、一流の馬娘よ。は？君、大丈夫？ここにはグラスワンダーはいないわよ。というか、君の目の前にはキングヘイローしかいないんだが。クックック。俺は闇の悪徳記者。キングヘイローが模擬レースで無様にボロ負けしてなお一流を自称してたらどこぞの新人トレーナーが同じく自分は一流だと叫び出すのを見た。こんな滑稽な二人組は聴衆の笑い物になるだろうと追いかけて記事を書くことを決めたぜ。記者の脳みそウェルダン通り越して炭化してんじゃねえか。これは脳を焼かれすぎてもう手遅れですね。見事に脳みそこってこげで芝3600メートル。ああ、こいつも焼かれたんだな。あの場でジャーナリストなら追いかけない理由ないわ。キングと筋トレに脳を焼かれたものの末路、多分後の一番のファン。ひそひそ。大丈夫か？あの新人。ひそひそ。今のレースを見て声かけるならグラスワンダーだろ。どの記者もトレーナーも好き放題言ってやがるが。これからどんな走りを見せてくれるか楽しみにしてるぜ。クックック。キングヘイロー、不屈の精神を宿す馬娘。か。ざっと調べてみたらその人柄もありすこぶる評判がいいようだが。その化けの皮は闇の悪徳記者であるこの俺が剥いでやるぜ。クックック。そのためにも正式な手続きを経て取材の機会を手に入れた。同室のうららちゃん。馬娘のことなら何でも知ってるアグネスデジタル。キングヘイローによくちょっかいをかける星雲スカイ。キングヘイローを意識してる川上プリンセス。そしてキングヘイローのトレーナー。クックック。キングヘイローの普段見せない裏の顔を世間様にさらしてやる。アポ取り付けててくさ。パパラッチとかじゃなくてインタビューじゃねえか。悪徳の割にちゃんとアポ取ってたり下手な記者よりよっぽど真っ当なのくさ。よく考えたら本物のパパラッチはまともに取材せずにやることないこと書くからちゃんと取材のアポ取ってる時点ですでに悪徳じゃないまである。一見悪徳に見えてただキングの好感度を上げる記事を書く記者。裏の顔、悪いところとは言ってない。可愛いのがバレる。やれやれ。また世間でのキングの株が上がってしまうな。人選がファンなのよ。アポを取る対象からしてすでにきっちりした調べをしていることが見て取れる。デジタンが取材に応じる時点でこいつは間違いなくいいやつ。なんならうららちゃんって呼んでる時点で化けの皮が剥がれてる。お前悪徳記者とは名ばかりのツンデレ全人記者だろ。これは逆張りファン。これはキングの株を上げたいだけじゃな。悪徳ってなんだよ。キングヘイロー本人には内緒でこそこそやってるからな。後日聞いてないわよトレーナーと真っ赤な顔で記事を持ってくるキングの幻覚を見た。キングちゃんはね毎日寝坊しそうになる私を起こしてくれて寝癖まで直してくれるんだ。クックック。それはいい情報だ。これはお礼だよ。やる気アップスイーツをお食べ。わーい、おじさんありがとう。取材に対する謝礼も欠かさない闇の悪徳記者の鏡。クックック。俺は闇の悪徳記者。先日の取材はなかなか有意義だったが。キングちゃんのこと悪く書かないでね。万が一キングさんのことを悪く書いたら叱るべき対処を取らせていただきますので。キングのことを悪く書いたら許しませんからね。キングさんのことを悪く書いたら許しませんわ。ってな具合で本人以外の全員に釘を刺されキングヘイロー本人からも。
誰もが私のことを噂する一流の記事を書きなさい。と言われてしまったが、しかし俺は闇の悪徳記者。そのような脅しには屈しない。泥臭いお嬢様キングヘイロー、瞑想の果てに栄光をつかめるのか？この見出し記事でキングを蔑んでやるのさ。後の闇の悪徳記者の記事、高松宮記念。その馬娘は、重度の敗北を超えて、決闘を証明した。敗れても、絶対に首を下げなかった。緑のめんこ。不屈の塊。その馬娘の名は？こいつ URA の回し者だろ。こいつ絆が低い時のおとなしよりまともだぞ。このおじさんキングとトレーナーのやりとりをいつも広報悪徳記者面で眺めてそう。さてはこの闇の悪徳記者笑いをしてさえいれば悪徳になれると思ってるな。そんなどこぞの調教師みたいな。猫虐待コピペの人みたいだなこの記者。俺は闇の悪徳記者。皐月賞は無様な敗退だったのでどんな弱音を吐くだろうと突撃したらダービーに勝つと胸を張って妄言を吐きやがった。ふと横を見るとスペシャルウィークとセイウンスカイがキングヘイローを見ていることに気づいた。二人は誰よりも彼女を恐れてると感じたがやはりキングヘイローの実力は本物なのか？あいにくと結果が出ていないが。次のダービーでは二人とも今日以上に仕上げてくるだろうがキングヘイローはそれに肉薄できず潰れるか。いい記事が書けそうだ。俺は闇の悪徳記者。運命のダービーの勝者はスペシャルウィークだった。あの力強くて花のある走り。誰もが三強のトップだと記者陣はこぞって彼女の元へ走ったんだ。そんな中キングヘイローとそのトレーナーはやる気のない記者数人から一言二言質問を受けてポツンと二人ぼっちだった。あんな囲まれてる勝者よりも暇そうな敗者の方が楽にコメントを得られるだろうと突撃したんだろうな。しかしこの G1 という大舞台でデビュー以来初の逃げを打った結果14着という無様な姿を見せておいて。キングは諦めない。次の菊花賞で結果を出す。とんだ体現相互だ。笑わせてくれるぜ。これだからこいつらを追いかけるのはやめられねえ。分野の目の前で唾を吐いたんだからもう飲み込めないことを記事にして分からせてやろうか。追いかける本当の理由があるんだろう。分かっちゃうよおじさんエスパーだから馬娘レース記者エスパー。キングの格を落とすことなく陣営の状況を伝えさらに次の目標レースに出てくるであろうライバルとの対決を熱く煽る。勝てば一流だったと書くし負ければそこから這い上がる姿勢こそ一流と書く。キングが眠れない夜にこの記者の記事を読み直して決意を固めてそう。この記者高松宮記念の最終コーナーで声張り上げてキングコールしそう。俺は闇の悪徳記者。トレセン学園の夏合宿に潜り込んでキングヘイローの機体を存分に眺め回してやろうと思ったんだ。本来合宿の取材はタブーだが俺はオフでな。カメラもレコーダーもなしだ。いい記事を書くためにはこういう地道な泥臭い取材外の活動も必要ってな。おっと、別にどこかの泥臭いご令状に感化されたわけじゃないぜ。まっとうな批判記事を書くためにはこれくらい当然の努力よ。ほら見たことか。海岸で私は一流だと叫んでる姿はやはり滑稽だ。全く笑えるぜ。後輩らしき馬娘を巻き込んで恥ずかしくないのかね。周りの海水浴観光客が怪げな目で見ているぞ。おまわりさんとライフセーバーまで寄ってきて。いや違うんですこれは取材の一環で不審者ではないんです。すいません、話を聞いてください。職質されてるところをキングに見つかって関係者ですって助けてもらった後に普通に合宿の見学を許可されてそう。俺は闇の悪徳記者。結果を出すと妄言を吐いた菊花賞だが肝心の結果はお察しの通りでもはや誰も彼女を見ていなかった。これはさぞかしいいコメントが得られると思ったが早々に引っ込まれて何も得られなかった。決して大泣きするキングヘイローとそれを囲むトレーナーと後輩たちに声をかけられなかったわけじゃない。早々に逃げられただけである。おかげでインタビューができず上司に大目玉を食らったぜ。スペシャルウィークとセイウンスカイの二人の記事を期待してたのにキングヘイローなんて追いかけるな大バカ野郎と罵られた。あのご令状のせいだ。腹が立つ。それキングのインタビューしたところでやっぱりあなた怒られてますよね。腹いせに連絡先を知ってるトレーナーにバリ雑言のメールを送ってやるぜ。一流とは泥にまみれようと諦めずに最後に栄光をつかみ取ろうとするその心のことではないのか？
無様な負けすら己の糧としてもがいてあがいてみせたらどうだってな。菊花賞に敗れて心を打ち砕かれているキングヘイローとそのトレーナーに罵詈雑言を浴びせてとどめを刺してやったぜ。こんなんで終わる玉じゃねえよな。お前も泣いてるのか。×、罵詈雑言、丸、叱咤激励。これもう一番の理解者で強力なサポーターだろ。お前は自分を悪だと思っている最も清い善だ。わかった、こいついいやつだ。くっくっく。俺は闇の悪徳記者。上司から罰として週末のレース場でめぼしい馬娘を探しに行けと言われてしぶしぶ歩いていたら、そしたら勝負服姿のキングヘイローが歩いていてついつい追いかけたんだ。そうしたら合流したトレーナーと唐突にたった二人でキングコールを始めて短距離路線に進むとまた妄言を言い出したんだ。あれだけ無様な姿を見せて全く畑違いの舞台を選ぶなんてまさに気が狂ったのだろう。最前列でくだらない妄言を書き留めるだけ書き留めて急いで事務所に戻った。結局またキングヘイローか。面白い馬娘ですよ、キングヘイローは。面白い？もはや面白いを通り越して道家と言ってもいい。こいつは手厳しい。その道家にご就寝のお前もお前だ、いい加減にしてくれ。お前はいつまであんな瞑想だらけの終わった馬娘に執着する気だ？なあ。返事はどうした？聞こえなかったか？あんな終わった馬娘などさっさと見切りをつけろと言っているんだ。おい、聞いているのか？んよ。なんだ？聞こえないぞ。終わっちゃいませんよ。キングヘイローって馬娘は。なんだと？確かに負けが込んでいる。これは覆しようのない事実ですがね。ですがキングヘイローの目は死んじゃいないんですよ。勝負の世界は結果が全てだ。勝てなければただのうぞうむぞうでしかない。高松宮記念。それがどうした？キングヘイローは勝ちますよ。少なくとも俺はそう信じてます。何を根拠に？勝つって言ったんですよ、キングヘイローが。言った？ええ。それだけか？はい。他には何かないのか？キングヘイローの勝利を裏付ける明確な根拠が。ないですね。バカバカしい。あんな年派もいかない女の子が泥にまみれてもがきながらも希望を捨てずに走り続けているんですよ。信じる理由には十分でしょう。そこまで言うならいいだろう。高松宮記念まで好きなように取材をするといい。ありがとうございます。ただし、もしキングヘイローが高松宮記念で負けるようなことがあったら二度とキングヘイローの取材は認めない。キングヘイローは勝つんだろう。なら問題ないな。いいでしょう。よし、決まりだ。高松宮記念が楽しみだな。話は終わりだ。さっさとキングヘイローの取材にでも行ってこい。やれやれ。上司の小言ぐらい聞き流せばいいと分かってはいるつもりなんだがな。おっと、それ以前に言われた仕事をしない俺がそもそも悪いのか。まあ何はともあれ。くっくっく。次の高松宮記念で俺の期待を裏切らないでくれよな。なあ、泥まみれのご令状よ。もう高松宮のスタンドでボロ泣きする記者の姿が見える。トレーナーさん、ついにこの日が来たな。ええ。翔さんはどうだい？それは。ちょっと、あなたがそんなこと聞くの？くく？今日まで毎日トレーニングに顔を出してあれだけ徹底的に取材しておいて今更聞くようなことじゃないでしょ？くっくっく。正論だ。もはや専属記者の権利を上げてもいいくらいのあなたが今日すべきことはただ一つ。このキングの勝利を称える記事を書くことのみよ。余計な心配など不要、安心して私の走りを見届けなさい。ではそうさせてもらうとするか。何？いや、なんでもない。そうそう、あなたには一番に私を取材する権利をあげるわ。感謝することね。くっくっく。そいつはありがたいね。
各馬娘揃って綺麗なスタートだ。走るメンバーも G1 にふさわしい強豪馬娘だらけだが、勝てる。キングヘイロー、お前さんは強い。負けるなよ、一流なんだろ。いけ。そうだ、いいぞ。頑張れ、負けるな。頑張れ。頑張れ、キングヘイロー。今日こそ絶対に負けない。勝利を諦めない。絶対に勝つんだから。諦めないわ絶対に。外から飛んできたキングヘイロー、キングヘイローです。キングヘイローまとめてなるきった。1着はキングヘイロー。10のもの敗北を乗り越え、今キングヘイロー高松宮記念にて初の G1 制覇です。やった夢じゃないんだよな。はは、勝ったんだ、キングヘイローが。そうか、頑張ったな。これが一流の馬娘だ、見たかお前ら。くっくっく。俺としたことが取り乱してしまった。周囲を見渡してみれば信じられないと言わんばかりの間抜け面が並んでいやがるぜ。記者陣も呆然としてる隙に急いで突撃しないとな。一番に取材する権利をもらっちゃいるが仮なんぞ作ったら俺の好き放題に記事が書けないからな。たくさんの祝福のお言葉感謝申し上げます。正直平坦な道ではなかったのですがここまで諦めずに走ってこられてとても嬉しく思います。しかしまだ G1 を制したのは1回目。今回の勝利が実力かまぐれかこれからのレースで見極めてやるぜ。次勝てなかったらお天道様の下を歩けなくなるような記事を書いてやるから楽しみにしておくんだな。さあ本当の脳破壊はここからだ。俺は闇の悪徳記者。安田記念、スプリンターズステークスで順当に結果を叩き出し誰もが認める一流の馬娘となったキングヘイローの迷走を見届けてきたわけだが、キングヘイローは大手の出版社からこぞって特集を組まれ黄金世代のスプリンターとして大々的に報道される存在となった。うちのような弱小出版社所属の上ではもはや手が届かない存在になろうとしていた。次のレースは秋の天皇賞。かつてのライバルとの再戦となるがもはや誰も彼女の言葉を妄言という奴はいない。ここまで来たならば彼女の勝利を祈るべきだろう。お前が、一番前で、トレーナーさんの次に大きな声で、応援しなくてどうする？俺は闇の悪徳記者。そして今日は年に一度盾を奪い合う由緒正しき祭典だが彼女にとってそれ以上に特別な意味を持つのだろう。かつてキングヘイローを下したスペシャルウィークと星雲スカイというこの世代の最強格と謳われた二人に誰もが魅了された。だが今それに並び立つ者がいる。新三難区を舐め続けどこぞの悪徳記者の悪意ある記事にも負けず前を向き続けた遅咲きの優秀がここに立っている。盾を掲げライバルや観客に祝福を受けながら自分こそ一流だと胸を張る彼女を表す記事を書けなかった俺は記者失格かもしれない。ふと思ったんだけどこの記者は闇の悪徳記者なんだよな。闇という負と悪徳という負が掛け合わさっているから本当は光の一流記者なんじゃないの？正体見たりって感じだな。俺は闇の悪徳記者だった男。あの天皇賞の後に我が出版社は大手に吸収合併されて俺はキングヘイローの担当から外されてしまった。誰からもそっぽを向かれていた彼女をずっと追いかけていた俺が彼女が誰からも愛されるようになって捨てられるとは皮肉なものだ。その年の有馬記念はいわゆる黄金世代と呼ばれる5人が揃い踏みのドリームレースとなった。そんなレースの勝利者インタビューを担当するのは今の出版社のベテラン記者だ。本来ならば俺がやるはずだったんだが全く羨ましい限りだ。なぜなら、
前日の雨で重馬場となったターフをかき分け虎視眈々と前列の隙を狙い最終コーナーに突入し目の前の馬娘が跳ね飛ばした泥を受けてなお加速し誰よりも鋭い末足で差し切ったのは誰あろうキングヘイローだったから。お決まりの質問を事務的に発する記者に淡々と答えるキングヘイロー。インタビュー終了間際の時間になり最後発せられた質問。最後にこの勝利をどなたに伝えたいですか？たくさんいるわ。例えばお母様。あなたの娘は誰よりも一流になったわよ。例えば後輩たち。あなたたちの前で弱いキングは見せられないと必死だったわ。例えば同期の4人。正直どうして同じ世代だったのと憎んだこともあったけどあなたたちがいたから私は強くなれた。例えば私のファン。あなたたちの声援が力になったわよ。忘れてはいけないのがトレーナー。あの日私を一流にしてくれると叫んでくれたこと。一生忘れない。そしてもう一人。ずっと私を応援してくれた口の悪い記者。記者、ですか？ええ。口は悪いけどそれは不器用なだけで。期待されていた時も。結果を出せなくてもがいていた時も。私だけの道を歩み始めた時も。彼はどんな時も変わらず私を見てくれたわ。私は彼のことをかけがえのない仲間だと思っているわ。せめてこの配信は見てるんでしょう？このキングをインタビューする権利をいの一番にあげるはずだったのにいないなんてどれだけ間の悪い人なのかしら。私の専属記者なのにこの場にいないなんて三流に格下げするわよ。次のレースでは真っ先にこのキングの前に来なさいよね。専属記者、か。俺は闇の悪徳記者だった男。彼女はあの勝利者インタビューで何を言っていたんだろうか。俺のやっていたことはただ世間知らずのお嬢様を笑い物にしようとしていただけなんだ。ただそれだけだったんだ。決してあの日のどれだけ打ちのめされても一流と自分を奮い立たせる姿に心を奪われたわけじゃないんだ。それが応援なのか嘲笑なのかもわからない言葉を紡いでいるうちにいつの間にか彼女は遠い世界に行ってしまった。キングヘイローの担当を外されそうになった時だって必死に食らいつくことだってできたはずなのに俺はそれをしなかった。輝く舞台に立つ王とただの悪徳記者が釣り合うはずもない。そう自分に言い訳して彼女が差し出してくれた権利を自分で投げ捨てたんだ。でも彼女は言ってくれたんだよな。あなたは私の専属記者。次のレースでは真っ先にこのキングの前に来なさいよね。言ってくれるじゃないか。彼女に接することがなくなった今となっては勝手に足が取れ仙学園に向かうのも悪癖だな。早いところ退散するか。あ、見つけたわよ。今までどこほっつき歩いてたのよ。私の専属記者という自覚を持ちなさいよね。お前さんは今や誰もが認める一流だ。俺みたいなゴシップ記事を書いて生きる日陰者との付き合いは考えた方がいい。そんなの関係ないわよ。よく聞きなさい。この一流たるキングヘイローはこれからさらに光り輝いてみせるわ。そんな私に欠かせないものがあるでしょ？トレーナーだろう？そんな当たり前の話はしていないのよ。いい？光には影がつきまとうものでしょう？そしてあなたは闇の悪徳記者。すなわち影。光と闇は表裏一体なのよ。離れることは許さないわ。しかし俺は勤め先が大手に吸収されてお前さんの担当を外されてな。そうなの？いっそのこと記者も辞めちまおうか身の振り方を考えていたところだ。それはちょうどよかったわ。なんだと？この書類に目を通してもらって問題がないようであればここにサインをお願いしたいんですよね。これは？チーム専属の広報としてあなたを雇いたいのよ。俺を？実はこれからチームを本格化するので俺が忙しくなるんです。なので広報専門で仕事をしてくれる人を探していたんですよ。それだけが理由じゃないわ。あなた口は悪いけど馬娘を見る目は確かよ。どういう意味かな？それどころかレース上の特徴や馬場状態の見極め。その他にも足の怪我に関する応急手当の知識だったり馬娘の育成に必要な知識が豊富ですよね。もしや、こちら側の方では？昔取った絹塚というやつだが。どれだけ知識を持っていようが俺がトレーナーとして働くのは潜りになっちまう。そんな俺をどう扱うかおたくらのお手並み拝見といこうか。
ということは、ただし少し時間をくれ。下手に大手に吸収されたもんだから退職手続きも面倒でな。まあいいわ、今更少し待つくらい同じだものね。くっくっく。一流の優しさが五臓六腑に染み渡るぜ。くっくっく。遅れてすまない。ちょっと、初日から遅刻ってどういうこと？守衛に止められて確認に時間がかかってたんだ。すまないキング。どうにも手続きに漏れがあったようで。ともかくもう問題は何もないからさ。そう、じゃあいいわ。いい？あなたは今から正式に私たちの仲間よ。よろしくお願いします。こちらこそだ。じゃあ、トレーナー。ああ。せーの。ようこそ、チームアスケラへ。ええ話や。感動時だ。キングが勝利を伝えたい人たちの中に記者が入ってるのも良いし、それより前に挙げた人たちに対するセリフもしっかり描写されてるのも良い。おい、悪徳記者スレでなんで俺は大河ドラマを見せられている？悪徳記者の生き様を見た。悪徳記者は100歩譲るとしよう。闇って。おつ、良いものを見た。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。